ログイントゥアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、INI スタジオ京介ペイバック、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあミニの皆さんはですね、もうご存知かと思うんですけれども、2週間ぐらい前にですね、INI 公式 YouTube チャンネルにて、藤巻京介さんが歌うオリジナル楽曲、ペイバック。こちらの動画が公開されました。そちらのですね、作詞を京介さんが手掛けたということでですね、京介さんの気持ちがですね、120% 込められたオリジナル楽曲なんじゃないかなというふうに思います。そして歌声分析したんですけれども、いや、本当にね、今回やばいですよ。また歌声がですね、何倍にも進化していました。で、歌声はもちろん最高なんですけれども、今回のやばいポイントとしては、表現力。ここですね。この表現をできるボーカリストは日本に何人いるんだっていうふうに思ってしまったぐらいものすごい表現をしていました。そういった部分をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI 藤巻京介さんが歌うペイバック、歌声分析 GO!お、京介さんが階段を降りて、イケメンだね。このモノクロのね、色彩がまたかっこいいですよね。次行きますよ。お、無音状態。あ、始まったね。うわ、かっこいい。おい、いや、この衣装めちゃくちゃかっこよくないですか？ブラックのスーツスタイルかな？このかっこいい衣装に R&B かな？なんかジャズっぽい雰囲気もしますよね。すごくね、大人な感じの楽曲に京介さんの歌声がどうハマってくるのかってとこですよね。いきますよ、次。おい、いいね。うわ、かっこいい。わだめに振り返っても無駄を見るだけ。うわ、あんなセクシーに歌えないですね、僕は。すごく絶妙な声のバランスなんですよね。声の安定感だったり、歌声のね、太さを作る胸の響き、胸腔共鳴と、あと歌詞の発音のクリアさだったり、大きさによってはね、声量の大小とは決まってくる口の中。で、声の音色を作るための鼻の中。この3つの声の響きをどういう風に混ぜるかによって歌声って決まってくるんですよね。それぞれ胸腔共鳴、口腔共鳴、鼻腔共鳴って言うんですけど、この全体のバランスがいいから、このね、聴いていって安心できるっていう歌声につながっているわけですけれども、もう一回聴いてみましょう。いいですよね。でね、ほんのちょっぴり声に息の音が混ざっているウィスパーボイスが使われているんですよね。本当にちょっとなんですよ。よく聞かないとわからないぐらい。わだめにっていう風に聞こえるんですけど、厳密に言うと、わだめにこのぐらい。今ウィスパーボイスって言わないとわかんないっていうぐらいの息が混ざった声だったと思うんですけど、本当にね、このうっすら入ってる息の音がすごく色っぽいんですよね。次行きますよ。うい、
超かっこいいね。こういうね、R&B 僕大好きなんですよね。で、京介さんの歌声も僕大好きですから、大好きと大好きが組み合わさってね、超大好きになりますよね。で、今のポイントはですね、地声を割とはっきりと出すような歌い方に変化させていたと思います。一個前に聞いたところは全体的にふわっと柔らかく、今の部分は言葉の存在感を前に押し出したような、そんな感じの歌い方でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。聞かないとかね、こういう細かいフレージングがですね、R&B の特徴なんですけど、これね、すごく難しいテクニックなんですよね。音を、わーっていう風に下げていく、フォールっていうテクニックと、ちりめんビブラートって言われる細かいビブラート、こういうビブラート。この2つのテクニックをですね、同時に使うんですよ。ワンフレーズで2個テクニック使うっていう風に聞いただけでも難しいなっていう風に思うと思うんですけど、本当にね、これね、難しいんですよね。やっぱりね、個人的にはこういう R&B 系のね、歌をね、僕はいっぱい歌ってほしいっていう風に思っていたので、本当嬉しいです。次いきますよ。はい。かっこよ。何回言うんだって話ですよね。すいません。で、ここはオクターブって言われる歌唱アレンジが使われていますよね。京介さんの歌声がですね、高い音と低い音のこの2つの声が同時に流れているっていうポイントです。これ歌声で表現するっていうか、レコーディングでですね、音を重ねて表現するような方法なんですけど、これを使うことによって歌声の透き通ったような質感がですね、強調されてきます。もう一回聞いてみましょう。ラこの音に対してさらに1オクターブ上の音。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のドのこの音関係のことをオクターブって言うんですけど、そのオクターブの関係でメロディーが同時に流れているみたいなポイントですね。R&B ではよく使われるアレンジ方法なんですけど、すごく素敵ですよね。次行きますよ。もうね、リズムがね、すごく正確なんですよね、京介さん。今のフレーズの最後の、うわーってとこあったじゃないですか。ここもね、一つ一つの音がね、これでもかっていうぐらい正確な位置で音がはまってるんですよ。で、リズムな正確な歌っていうのは、さっきの声の出し方の部分とはまた違った聞いていて安心できるような雰囲気を表現してくれるんですよね。だから京介さんの歌ってどの音域を歌ってもどんなテクニックを使っても安心して聞いていられるんですよ。これはね、素晴らしいことだと思いますよ、僕は。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ほらもうね、すごいホッとしますよね。少しでもリズムがずれていると、ちょっとね、不安な気持ちになったり、緊張した感じの気持ちになったりもするんですけど、速いフレーズにもかかわらず、ホッとするっていうかね、そういった気持ちにすらさせてくれますよね。すごすぎます。次いきますよ。うわー、綺麗なメロディーに綺麗な歌声ですね。で、ここまででちょっと思ったのは、地声の部分はガーンと前に突っ込んだような存在感を表現して、裏声のところは一歩引いたような感じの声の質感を表現しているのかなっていうふうに思ったんですよね。これはどういうことかというと、歌の表現がですね、平面ではなく前後の奥行きがあるような表現方法なんですよ。
こういう風に声によって聞いてるミニの皆さんと京介さんとの距離感が変わることによって、より言葉が持つ感情がリアルに感じることができるというかね。だから京介さん歌がめちゃくちゃ上手いのはもちろんなんですけれども、さらに数ランク上の次元のですね、表現方法を使ってるんですよ、これは。いや、めちゃくちゃパワーアップしてますよね。今のところもう一回聞いてみましょう。ほら、強い。で、弾いて、で、弾いたまま最後まで行きましたよね。ザッタラッタって前に行って、あーみたいな。いやー、歌でね、この距離感を作れるって僕はすごいなっていうふうに思います。果たして日本でこの歌い方ができる人は何人いるのかっていうところですよね。次行きましょう。ほら。ほら。今のところとか特にそうですよね。今ね、クレッシェンドっていう音量が徐々に大きくなっていくっていうテクニックなんですけど、今のところは離れたところから京介さんがどんどん近づいてきてくれているような質感を感じれたポイントかなっていうふうに思います。すごくわかりやすかったので、そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ほらほらほら。ダタラタダタララみたいな感じで徐々に音量が大きくなりましたよね。遠くから歩いて京介さんが近づいてくるみたいな絵が想像しやすいポイントだと思うんですよ。いやー、すごいね。気持ちを伝えるだけじゃなくて、多分ね、京介さんが頭の中で思い描いているこの曲の情景、ストーリーですよね。その絵を相手に伝えるための歌唱方法なんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。いや、めちゃくちゃテンション上がりますね。で、次多分サビでしょ？行きましょう。かっこいい。やばいね。いや、ここのポイントなんですけど、ここでのところで打楽器がガーンって鳴ってるんですよね。で、次のペイバックのこのバのところでまた打楽器が軽くポンって鳴ってるんですよ。こういうバックのサウンドのアタック感が強いところと歌の言葉のアタック感が強い場所が重なる箇所、すごくインパクトが強い印象を与えてくれるポイント、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここでですね、先ほど言った京介さんのリズム感の良さがめちゃくちゃ生きていて、打楽器がバーンって鳴るところのこのアタックの一歩目とですね、京介さんの言葉の子音のアタックの一発目がですね、重なってるんですよ。ちょっとカメラのアングルで見えにくいな。どうやればいいんだろう。点と点で重なってる箇所なんですよね。こうなることによって爆発力が生まれるんですよ。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、前半でめちゃくちゃインパクトを与えて、ない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 のところで優しい雰囲気を表現しているんですよね。押して弾いてみたいなね。そんな感じのポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。ここね、大人っぽい雰囲気がたまらないですね。しっかりね、胸の響きを使って男らしさを表現して、で、その声を鼻に入れてるんですよね。鼻に入れることによって、声質をコントロールしやすくなるんですけど、そこでね、京介さんは色気をですね、声に乗せているんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、全体的にスタッカートっていう音を切るテクニックをですね、使っています。で、R&B って大人っぽい雰囲気だったり、癒される雰囲気とかあると思うんですけど、
一番重要なのがやっぱりリズムなんですよね。で、今の京介さんが歌ったフレーズをスタッカートを使わないと全体的にこうだらしない感じに聞こえてしまうんですよ。そこで京介さんはですね、スタッカートを使うことによってフレーズ全体の雰囲気がですね、こう引き締まるような効果を表現しています。ほんと細かいところまで考えて歌ってますよね。次いきますよ。いいね。怪しいような雰囲気から明るい雰囲気に変わるようなフレーズですよね。いやー、これ音取るのすごく難しいんじゃないかな、このフレーズは。タラタララララ、ここの音ですよね。ここの音がね、多分ね、すごく取りづらいと思うんですよ、僕は。で、楽曲、音楽理論の話になってくるんですけど、曲を作る上で、まずその曲の中でメインになる音階っていうのを決めます。代表的な音階だとドレミファソラシド。これね、C メジャースケールっていう音階なんですよね。日本語でいうところの波長長っていう音階です。で、曲の中でメインになってる音階の音だったら、比較的取りやすいんですけど、今のフレーズはですね、そのメインになっていない音がいくつも入ってきてるんですよ。メインになってない音がですね、入ってくると歌い手としてはすごく音が取りづらいんですよね。ただね、その音を完璧に歌えるとめちゃくちゃかっこいいんです。もう一回聞いてみましょう。ここも。ほら、すごく難しいように聞こえませんか皆さん。これね、実際、超難しいフレーズですからね。でも完璧に歌ってるからめちゃくちゃかっこいいっていうところにつながるんですよね。いやー、最高ですね。次いきますよ。かっこいい。いいね。サビの最後はめちゃくちゃかっこいいインパクトのあるフレーズ。で、やっぱりね、インパクトがあるところは強い地声を使ってますよね。先ほど言った声の距離感の表現。やっぱりね、これ意識してんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いやー、京介さんのね、このかっこいい歌声と楽曲、本当にたくさんの人に聞いてほしいですね、これは。もしね、僕の歌声分析動画がですね、皆さんの京介さんの歌に対して思っていることと一致する箇所とかがあったらですね、ぜひね、SNS で広めていただきたいなっていうふうに思います。僕もね、全力で京介さんの歌声が一人でも多くの方に伝わるようにね、頑張っていきますんで。よろしくお願いしますね。じゃあ次いきますよ。おい！珍しい。これね、ラップが珍しいって言ってるわけじゃなくて、この声の使い方が珍しいっていうふうに僕は思って、京介さんって、この動画のね、解説の最初の方に言ったと思うんですけど、胸の響きと鼻の響き、この2つをメインに使っていて、で特に鼻の使い方がですね、めちゃくちゃうまいんですよ。ただ今のラップのところは、今までの声の使い方じゃなくて、口の中の口腔共鳴の響きをですね、メインに使った声なんですよね。確かにラップなので言葉を伝えるっていう意味では口の中の空間をメインにした方が歌詞がクリアになるので理にかなってるって言えば理にかなってるんですけど、この声ね、京介さん初めて使ったんじゃないかな。僕の知ってる限りですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら。声がやっぱりね、普段歌ってる時と違いますよね。こう、ワイルドな雰囲気がしているというか。やっぱりこの雰囲気は口腔共鳴メインじゃないと作れない雰囲気かなっていうふうに思います。正確には口腔共鳴がメインなんですけど、胸の胸腔共鳴も一緒に使ってるんですよ。割合が6割、4割ぐらいかな。僕の聞いた感じね。いやー、続きが気になりますね。いきますよ。かっこいい。ここでもね、しっかりリズムの雰囲気を
強調するためにですね、スタッカートをさっきよりも強めに使ってますよね。スタッカートを入れることによってラップがね、めちゃくちゃかっこよく聞こえてくるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら。1からみたいなね。しっかりと音を切ってるからこの躍動感が生まれてるんですよね。次いきますよ。一気に大人っぽい雰囲気になるんですね。この雰囲気のアップダウンもすごく癖になりますよね。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。今の最後の裏声もすごく美しい歌声でしたしね。次いきますよ。ここはね、ぐっとこう後ろに弾いている感じですよね。遠くから優しい歌声を届けますよみたいなね感じのポイントなんじゃないかなっていうふうに僕はね思います。次いきますよ。ここはねオクターブのところですね。またね優しい雰囲気からまたね透き通った美しいような雰囲気になっていろんなカラーがありますよね。ペイバックという楽曲もそうだし京介さんの歌声もそうだし、もう一回聞いてみましょう。いいね。今んとこよく聞いたらオクターブ高い音とオクターブ低い音の2オクターブの幅のポイントだったかな。さっきはね1オクターブメインの京介さんが歌ってるメロディーに対して高いところでねこう同じメロディーを歌ってるっていう風に思ったんですけど、うっすら1オクターブ低い音も入ってたかもしれないですね。もう一回だけ確認させてください。入ってた下も入ってた。なるほどね。なんかオクターブにしては透明感ありすぎるなっていう風にね思ったんですよ僕も。そっか2オクターブなんだね。高いパートと低いパートで京介さんのメインメロディーをこう挟み込んでるような感じのポイントだったんですね。なるほどね。気づいてよかったです。すごいポイントでしたね。次いきますよ。ここはね1番よりもしっかりとした地声を使ってますよね。で今のポイントで口腔共鳴の使い方が多少変化しました。喉の奥を少しだけ広げたんですよね。やいばーみたいなほんのちょっぴりなんですけどクラシックとかオペラの時に使うような喉の空間のですね使い方をしていたかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらやいばーみたいな大げさにやるとねこんな感じの歌い方したかなっていうふうに思います。喉を広げることによって声の響きもですねぐわっとこう広がってくるんですよね。すごくね心地のいい歌声でした。次いきますよ。美しいポイントですね。ここの裏声のところはですねヘッドボイスっていう声の響きが使われています。ヘッドボイスっていうのはもうそのまま字の通り頭を響かせた声っていうことです。頭を響かせることによって声の透明感っていうのが増幅するんですよね。美しい要素がこうすごくこう湧き出てくるというかみたいな。普通にヘッドボイスを使わない裏声はこんな感じなんですけど、さっき言ったヘッドボイスを使うとこんな感じの声になります。動画で伝わるかなこれ。よくね分かんなかったらごめんなさい。もう一回聞いてみましょう。一番最初のワンフレーズが地声だからこそ裏声のところはこう際立ってきますよね。次いきますよ。
ここも1番と同じようにクレッシェンドが使われてますよね。地声でインパクトがあるフレーズ、そして美しい裏声から徐々に音量を上げて強い地声みたいなね。この音の大小が激しいですよね。音楽用語ではダイナミクスって言うんですけど、このダイナミクスの幅が広ければ広いほど人の心に届く歌になるっていうふうに僕は思っていて、なぜかというと、もう人が会話をする時の表現方法じゃないですか、音量っていうのは。強い気持ちを言葉で表現したいときは自然と声が大きくなりますし、優しい感情だったり悲しい感情、そこまで強い気持ちを込めなくてもいいような感情を言葉で表現するときは自然と音量が小さくなりますし、なので京介さんはね、まさに声が持っている本来の表現方法を歌で使っているんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。すごい域に至ったなというふうにね思って僕はね感動していますよ。次いきますよ。やっぱサビのねこのねフレーズ僕すごい好きだな。超かっこいいですよね。ダッターパーみたいな、ダッターみたいな超かっこいいね。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいいね。これ練習しようかな。僕もね、京介さんみたいにね、ペイバックかっこよく歌ってみたいです。次いきますよ。いや、本当に京介さんの歌声にね、こう感情が揺さぶられますよね。サビの入りはめちゃくちゃインパクトが強くて、かっこよくて、今のところはゆったり聴けちゃうじゃないですか。で、これ一曲通してとか、各 A メロ、B メロ、サビっていうこうセクションごとだったらわかるんですけど、フレーズごとにですね、テンションが上がったり、癒されたり、大人っぽい雰囲気にこう浸ったりとか、いい意味で心が忙しくなって、こうワクワクする歌ですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。欲しがってもバイマセルフみたいなこう最後はねスパッとこう切る感じもまたかっこいいですよね。次いきますよ。で、ここのね、難しいフレーズ。ちょっとなんかね、個人的になんですけど、ラテンっぽい雰囲気も感じて、すごくね、情熱的な雰囲気がしてきて、まだね、たまらないポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。こことか。かっこいいね。本当にいろんな要素が詰まってますよね。最高ですね。次いきますよ。かっこいい。なんか楽曲としては多分ね R&B だと思うんですけど、このメロディーの作り方のところどころなんですけど、ちょっとねロックっぽいようなメロディーの作り方も混ざっていて、このかっこいい感じとか、もう一瞬聴いてすぐ覚えてしまいそうな分かりやすいメロディーラインとかね。いや、こういうメロディーね僕ほんと大好きです。もう一回聴いてみましょう。最高だね。で、このテンポ感もたまんないですよね。こうゆったりしたドンガーンストットドンガンぐらいのテンポじゃないですか。このゆったり聴ける感じもねたまらないですよね。次いきますよ。C メロ。ちょっとね夜のお店みたいな雰囲気のねシーンが現れましたけど、ペイバック返済するっていう意味だから、やっぱりねこうマネー関係のニュアンスがこう出てるポイントなのかな。歌詞の内容もねそういった部分をこう匂わせるようなフレーズも出てますもんね。もう一回聞いてみましょう。
ここはね、ぐっとこう抑えてるようなポイントですよね。声の存在感をそこまでアピールせずに、こうさらっと歌っているようなポイントというかね。次いきますよ。って言ったそばからね、盛り上がってきましたね。これは先がどうなるのか楽しみですね。次行ってみましょう。こうどんどん上がってきましたね。で、バックのサウンドもね、こうどんどん気持ちをたぎらせるようなアレンジで素晴らしいですね。今のところもう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほら、どんどん気持ちがたぎってきましたよ、ミニの皆さん。本当に次は何が来るんだろうってね、こうワクワクしちゃう楽曲でもありますよね。次行きましょう。いいね。でね、こうね、フードをかぶった京介さんがめちゃくちゃかっこよかったですよね、今。京介さん推しの方、絶対そう思ったでしょう。僕も思いましたからね。もう一回見てみましょう。ほら。超かっこいいね。で、声もね、綺麗にまっすぐ伸びてるしね。声がまっすぐ伸びるっていうのは、歌の基礎力がめちゃくちゃレベルが高い証拠なんですよ。歌の基礎ができていないと、ああやって伸ばすフレーズとかもすごくブレちゃって、レコーディングできないと思うんですよね。だから声が伸びる人ほど歌が上手いっていう風に思ってもらって結構だと思います。もう京介さんのロングトーンはですね、もう天下一品ですね。次いきますよ。感想か。時間が止まって。ここはフェイクポイントかな、京介さんの。まだすごいフレーズ歌いそうですよね。次いきますよ。今のところごめんなさい。これ本当にね、細かい話なんですけど、あえて不協和音を歌ってる箇所が1箇所だけあったんですよ。で、不協和音っていうと、皆さんもしかするとあんまりいいイメージ持たないかもしれないんですけど、なんかね、一般的なイメージで不協和音って使っちゃいけない音とかダメな音っていう風なイメージがついちゃってるんですけど、実は不協和音って音楽上めちゃくちゃいっぱい使われます。で、不協和音が使われているポイントってどういう風な感じになるのかっていうと、おしゃれな雰囲気とか、大人っぽい雰囲気とか、そういう風な表現になるんですよね。なので、確かにね、使ってはいけない不協和音っていうのもあるんですけど、音楽理論のルールにのっとって使う不協和音っていうのは、先ほど言ったようなおしゃれな雰囲気、大人っぽい雰囲気、これらの雰囲気をですね、表現するためには必ず必要な音なんですよね。で、話は戻るんですけど、京介さんが一箇所だけその不協和音を使っているポイントがあります。聞いてみましょう。ここ。へー。このへーっていう風に暗いような雰囲気がするフレーズを京介さん使ってたんですよ。でも、バックのサウンドに対しては、実はこれ、へーへー。こっちの音の方が合うんですよ。でも、そこでですね、京介さんは少し低めの音を出すことによって、不協和音を作り出して、おしゃれな雰囲気に変えてるんですよね。これすごいですね。もう一回聞いてみますか、皆さん。これ、やばいですよね。いやー、これはね、歌の練習だけではおそらく習得できない知識と技術なんですよ。なので、僕の推測なんですけど、音楽理論の勉強も京介さんはしてるんじゃないかなっていうふうに思います。僕はね、少しだけ音楽理論を勉強したことがあって、で、アーティスト時代、自分で曲を作ったりもしていたので、やっぱりそういったところではですね、音楽理論の知識っていうのがある程度必要になってくるんですよね。なので、音楽理論勉強したんですけど、多分ね、京介さん音楽理論勉強してると思います。次いきますよ。来た。
来たね。どんどんまたね、盛り上がってきましたよね。こっから最後のサビに行くのかな？行ってみましょう。うわちょっとね、ごめんなさい。サビ来ちゃいましたけど、今すごい裏声でしたよね。裏声っていうか、この声は裏声を主体としたミックスボイスですね。裏声にですね、地声の要素が足された声なんですよ。なので、普通の裏声っていうのはもっとね、ふわっとした感じになると思うんですけど、すごく芯が強い裏声だったじゃないですか。この声の芯の部分っていうのが地声の成分なんですよね。もう一回聞いてみましょう。これ。すごいよね。ほんとすごいよね。で、最後のイエーイのところで地声に戻すっていう風なフレージングだったんですけど、本当にね、声のコントロールがね、素晴らしすぎる。じゃあ次サビいきますよ。やばいね。これ全部決めじゃん。歌詞にバックのアタックがですね、全部ハマってきてるような、ものすごいインパクト重視のポイント。もう一回聞いてみましょう。ほら。ないのところもガンって当たってますよね。超かっこいいね。さすが大サビ。次いきますよ。今のポイントもね、1番2番よりも声の存在感が強いですよね。やっぱりね、最後のサビで京介さんがこの曲に対する思いをですね、もう全部乗せて歌おうっていう感じのポイントなのかな。もう一回聞いてみましょう。これがいいね。かっこいいね。もうちょっとしたね、振り付けの仕草もめちゃくちゃ大人っぽいですもんね。クール京介って感じですね。次行きますよ。いい。ここやっぱ好きだな。このね、ちょっと情熱的なポイント。で、暗い感じのところでパフォーマンスをする京介さんとバックダンサーの方、めちゃくちゃかっこいいですね。次行きますよ。なるほどね。最後はラップに戻るんだ。いや、新鮮ですね、この流れ。ちょっとラップから聞いていきますよ。かっこいい。プレイバック。超かっこいいね。ここで曲が終わりそうな感じなんですけれども、もうちょっとあれね、見ていきますね。ちょっと戻していきましょうか。じゃあいきますよ。なるほどね。おい変な声出た急に京介さんの顔がアップになったから変な声出ましたね。びっくりしてね。じゃあ続きいきますよ。去っていく感じね。なるほど。そっか、ここで終わりですね。いやー、かっこよすぎましたね。以上、INI 藤巻京介ペイバック歌声分析はここで終了です。いやー、最高にかっこいいですね。やっぱ R&B 好きだな、僕。しかもね、京介さんがめちゃくちゃすごい歌声と歌の表現をしていて、最高にテンション上がりましたよ、僕は。いや、カバー動画もいいですけど、こういったオリジナル楽曲を歌う京介さんも最高ですね。どんどんこういう風にね、いろんな楽曲を公開してくれたら僕は嬉しいんですけれども、また近いうちに京介さんの違うオリジナル曲も聴けたりするのかな。その日を楽しみにしていたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。